今回のハック&DIY チャンネルでは、水中で使用可能なモバイルバッテリーを作っていきます。夏になりました。海のシーズンですね。釣りやマリンスポーツなどで困るのは、スマホの充電です。防水のモバイルバッテリーはいろいろ売ってるのですが、防水は持ち運び時だけなので、使用中に水没させたり海水がかかると普通に壊れます。離島で釣りをしていて高波をかむり、モバイルバッテリーが煙を吹いたことがあるので、皆さんもご注意ください。最近のスマホは無接点充電に対応しています。無接点充電なら水がかかってもショートする心配はありません。そこで、無接点充電だけ対応して、コネクタもスイッチもないモバイルバッテリーならば、充電中も完全防水にできるのではないかと考えました。釣りやマリンスポーツで使うなら、水中でも使えるレベルが理想的です。残念ながら、そのようなモバイルバッテリーは売っていないようなので、自作することにしました。パーツを集めながら、モバイルバッテリーを設計していきます。まず、無接点充電部分ですが、自分で作るのは大変なので、Amazon で売っているモジュールを使うことにしました。地域格に対応していれば、大体のスマホで使えます。モバイルバッテリー本体の充電は、普段使っているスマートバンドの磁石式充電コネクタがちょうど良さそうなので、これを流用することにしました。本体の充電も無接点充電を検討したのですが、パーツが増えて本体が大きくなってしまうので、今回は接点式としました。コネクタ部は入手できないので、3D プリントで作成します。リチウムイオンバッテリーは単体セルで買うと割高なので、ダイソーで売っているモバイルバッテリーを分解してバッテリーを取り出して使うことにしました。 5000mAh で700円とはとてもお手頃価格ですね。近所で売っているのもありがたいです。電源スイッチは手元にあった振動スイッチを使うことにしました。本体を振ることで電源が入るようにします。最後に制御回路ですが、ダイソーのモバイルバッテリーで使われているのと同じシリーズの IC が基板工場の在庫にあったので、これを使うことにします。あとはバッテリーの保護 IC と振動スイッチの制御用にピックマイコンを搭載することにします。今回設計した電子回路はこんな感じになります。ほとんどデータシートのコピーなので難しいところはありません。回路図から基板のデザインも作成します。固定用のネジの位置など 3D 設計を考えながら進めます。大まかな設計はできたので作っていきます。まず基板のデータを工場に送って製造してもらいます。今回は JLC-PCB 社に依頼しましたが、基板製造と部品実装を合わせて2枚で送料込み2000円弱でした。2日で製造してくれますし、品質もとても良いので、この価格は本当に安いです。基板の製造が終わったら、足りない部品を追加で実装します。今回、ピックやインダクタは手持ちがあったので、費用面から自分で実装することにしました。基板の空きパターンにハンダペーストを塗り、部品を乗せていきます。ホットプレートで基板を加熱してハンダペーストを溶かせば、簡単に表面実装部品のハンダ付けができます。基板が冷えたら、次はコネクタや振動スイッチなどのスルーホール部品をハンダ付けしていきます。基板が完成したら、次はピックマイコンにプログラムを書き込みます。プログラムはこんな感じです。振動センサが5秒間連続で振動を検知したら、電源が入るようになっています。ピックマイコンは消費電力がとても少ないので、このような用途には最適ですね。プログラムができたので、バッテリーを接続して動作テストします。出来上がった基板はこんな感じです。ジャンパやブリッジは設計ミスを修正しています。裏側が寂しかったので、ロゴを入れてみました。
こんな感じで頑張って振り続けると電源が入ります。車や船の振動で電源が入ると困るので、かなり頑張って振らないと電源が入らないようになっています。中身ができてきたので、CAD でケースを設計し、3D プリンタで印刷します。防水でしかもアウトドアで使用するので、ケースはかなり丈夫に設計しています。印刷したケースに部品を取り付け、ネジや両面テープで固定します。最後に無接点充電モジュールを配線して固定。これで内部は完成です。完全防水にするために接着剤でガチガチに固定します。これで水深数十メートル程度では浸水しないはずです。最後に紫外線防止塗料で塗装して完成です。光造形のレジンは紫外線に弱いですから、屋外使用には注意が必要です。完成したモバイルバッテリーはこんな感じです。左側が充電端子、真ん中の金属プレートはマグセーフの磁石に対応するためのものになります。こんな感じで充電することができます。このスマートバンドの充電コネクタ、使いやすくて好きなんですよね。完成したのでテストしてみましょう。まずは防水のテスト、電源を入れてお風呂に沈めてみます。とりあえずお風呂くらいの水深なら特に問題なさそうですね。iPhone を乗せてみて水中充電のテスト。何の問題もなく水中で充電できてしまいました。これなら釣りやマリンスポーツで安心して使えそうですね。今回の内容はここまでです。梅雨や仕事の関係で釣りに行けていませんが、ルアーカメラの小型化は順調に進んでいます。ただ、ルアーシーラ線の釣果が良くないので、キハダマグロ線でレビューすることになりそうです。また、現在バッテリー搭載のポータブル式 CVCC 電源を開発中です。なかなか便利なものができましたので、こちらも情報をまとめて動画で公開させていただく予定です。もしご興味がおありでしたら、チャンネル登録をしていただけると幸いです。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。